皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、東京都知事選に向けて台風の目となるような人物が立候補を表明しました。インターネット上では有名な安芸高田市の石丸市長が東京都知事選に出馬することを表明したのです。なぜ石丸伸二氏が東京都知事選において台風の目となり得るかについてこの動画では解説していこうと思います。まず最初に石丸氏についての紹介をしておくのですが、彼には学歴があり、社歴もあり、いわゆるピカピカの経歴を持っている人物です。この人物が地方政治、人口が非常に少ない安芸高田市の市長になることにより、大きな注目を浴びました。それは、地方政治の問題を浮かび上がらせるようなことを、インターネットの力を通じて広く知らせる行動に出たからです。また、地方政治だけではなく、地方の報道機関の問題も合わせて取り上げたことから、これもまた大きな話題を呼びました。そうした問題点がどこにあるのかを非常に分かりやすく多くの人たちに見せる行為が関心を集めるだけではなく、そうした問題点に対する解決や行動といったものも今の閉塞した社会には必要とされていますから、今後の活躍が期待されているというわけです。というわけで、石丸伸二氏の動向を伝えるニュースからご紹介していきましょう。都知事選出馬表明の石丸伸二氏、台風の目になるか、東京を変えて日本を変えてみたい。任期満了に伴う東京都知事選、6月20日告示、7月7日投開票をめぐり、広島県安芸高田市の石丸伸二市長は、自身の SNS を通じて都知事選へ出馬する意向を明らかにした。石丸氏は、同市議会議員との厳しいやり取りなどが、動画投稿サイト YouTube の市公式チャンネルで公開され、大きな注目を集めていた。市長在任中は、SNS を積極的に活用して情報を発信しており、都知事選でも台風の目になるか注目される。左が X におけるプロフィールで、京都大学経済学部、三菱 UFJ 銀行で経済を分析予測する専門家、アナリストとして活動。4年半にわたってニューヨークに駐在し、アメリカ大陸の主要9カ国を担当。といったような経歴が掲載されています。石丸氏は自身の X のアカウントを更新、東京都知事選に出ることにしました。東京を変えて日本を変えてみたいと思います。一極集中から多極分散へ、これしか東京と地方が発展する道はないと考えていますと投稿し、都政への強い意欲をにじませた。石丸氏は今月10日の記者会見で、任期満了に伴う7月の市長選には出馬しない意向を表明。都知事選への立候補を問われ、前向きに検討すると語っていた。元銀行員だった石丸氏が一躍注目を集めることになったのが、昨年7月に行われた定例会見。同6月、議会最終日の様子を報じた地元紙の記事を批判した YouTube の動画は、前後編合わせて500万回以上も再生された。安芸高田市の公式チャンネルの登録者数は約26万人で、自治体では異例とも言える数字だ。なぜ異例かというと、安芸高田市の人口が男女合わせて合計で2万6000人ほどしかなく、町の公式チャンネルの登録者数が人口の10倍にもなっているからです。次の都知事選をめぐり、現職の小池百合子氏は対応を明らかにしていないが、参戦を目指すことが有力視されている。自民党は派閥の政治資金パーティー不記載事件や4月の衆院3補欠選挙での結果も踏まえ、独自候補の擁立を見送る方向で調整に入っている。記事の後半でも書いてありましたが、東京都知事選においては、自民党が独自候補の擁立を見送る方針で、現職の小池都知事はもう一回出るだろうという予測がされています。本人が出るとも出ないとも言っていないのですが、少なくとも現状で政治家を引退するといった雰囲気はありませんから、おそらくは出るだろうという予測は当たるかと思われます。しかし、そろそろ小池都政が続くことによって、現状の問題点を洗い出して改善するそういった行為を行うことは、私は必要だと思います。どのような人物が組織のトップに立つかというのは非常に重要なのですが、同時にどれだけの期間同じ人物がその地位に留まるかといったことも同じく重要なポイントです。というのも、東京都というのはどこかの国と同じぐらいの規模がある予算規模や、もしくはそれを支える官僚機構があります。ですから同じ人の同じ方針のもとにずっと継続的に活動していくと、どうしても時代の変化に合わないような予算の使い方といったものが様々なところに出てきますから、これを見直す機会といったものがどうしても必要です。そうした意味で
小池都知事がもう一回出るんであれば、それに対抗するような選択肢も東京都民にはあるべきでしょう。ただし、石丸氏の場合だとインターネット上での知名度は高いのですが、じゃあだからといって全国区の知名度があるかといえばそういったわけではありません。ですから彼が東京都知事選に出るよといった時に、それに連携するような政党支持といったものがなければ、単純な個人活動だけではどうやっても選挙には勝てないでしょう。そこでどこの党と組むのかというのも同時に注目されています。この記事の中でもありましたが、自民党はそもそも表立っては候補者を出してこないというのですから、少なくとも自民党や公明党系からの支持を受ける形での活動はしないでしょう。となると野党系の話となるわけですが、じゃあ野党の中でどこが政策やもしくは活動の方向性として合致するかといえば、おそらくは維新が最も組みやすいのではないかと言われています。ただ、これがどうなるかは当然のように現段階では確定しているわけではないので、野党系の様々な党から相乗りでの支持を受ける可能性というのもあります。何にしても現在の状況だと、私が東京都知事選に立候補しますといったような注目株といったものが他にどんどんと出てきているような状況ではないので、現段階で未来の出来事を予測するにはちょっと情報不足でしょう。思わぬ人物が後から本命視されるような形で立候補を表明する可能性もあるわけです。ただ、総じて言えることは、このような若い力が出てきて、現状の問題点を探索し、それを改善しようと試みることは、これからの日本にとってはもっともっと必要でしょう。というのも、秋高田市の地方政治の問題というのは、そこに住む人々が最も近い議会のことについて実は関心が低く、そのためになんでこの人が議員をやっているんだろうかといったような場面がたびたびクローズアップされました。しかもそれと連なるような形で、地方政治の記者たちもまた、果たしてこれが記者としてのレベルに達しているのかと疑うような報道なども見られており、東京という住民と近いはずの議会においても、多くの人々がその内情について関心を持たず、それゆえに能力不足であったり、不可思議な行動、言動などを行うような議員や、それに伴う政策などが実施されているところが問題視されるわけです。石丸氏はこうした問題点を浮かび上がらせて多くの人々に提示するこのやり方を政治のエンタメ化というような表現を行っています。これは何も面白おかしく物事を脚色しようという話ではなく、多くの人々に関心を持って見てもらう場面を作るのだというような話でエンタメ化という言葉を使っています。また、そうした目立つ部分だけのいわゆる誰々が悪いやつでこれをとっちめてやるんだみたいな話だけではなく、無駄な予算を探索し、それを改善するといった行動についても秋高田市では取り組んでいました。これは定番的な活動にはなるのですが、そうした当たり前のことを当たり前に取り組むことが実は非常に難しくて、どうしても長い間議員生活やもしくは組織のトップに立ち続けると、自分自身がその既得権益を守る側に立ってしまい、第三者から見た場合においてはそれおかしいでしょとツッコミは入るのだけれども、なんだかんだと理由をつけて無駄やもしくは非効率極まりないような制度やお金の出し方といったものがどうしても続きがちになるものです。そして東京都は予算の規模も大きいわけですから、そうした当たり前のことを当たり前のように行うだけでもその効果はきっと大きなものとなるでしょう。少なくとも地方政治の市長といった立場から規模感は小さくても実際に行動してきたその成果といったものは多くの人々の期待を集めるのではないかと私は思います。ただし懸念点としては、どうしてもインターネット上での知名度とインターネットを見ない、そうした情報圏が全く違う人々たちの注目をどれだけ浴びて、そして投票を引き起こせるかといったのはまた別の話題となりますから、実際に選挙に出てどれだけの票を集めるかは全くの未知数です。この後、石丸氏が東京都知事選に出馬するにあたってどのような政策を掲げるのか、そしてその政策に合致する形で組む政党はどこなのか、さらには彼以外の東京都知事選の立候補者、どのような顔ぶれになるのか、様々な変数がこの後待ち受けています。何にしてもなのですが、最終的には東京都民にとって良い
人物が当選するのが一番ですし、それがまた東京が良くなることによって日本の中心都市なわけですから、それがまた日本全体へと良い影響を与えるような波及効果も望みたいところです。東京都知事選というのは、東京の住む人だけの話題だけではなく、実はそれによってもたらされる影響は、日本という国家にとっても実は重要なものであることは忘れてはなりません。だからこそ、どのような人物が都知事選に出るかについても関心は払うべきだと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。このチャンネルでは海外のことだけではなく日本のことも取り上げて、政治、経済、軍事など様々な話題について解説をしていきます。ぜひともこれからもこのチャンネルの動画を見ていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。